はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月後半の全体運を星とタロットで見てみたいと思います。お願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ3の逆、ペンタクス5、ペンタクス8の逆、忍者逆、ソードエース逆、ソードキング、そしてワンドの3逆。気をつけることや対策がペンタクス7とペンタクス2とオラクルはソードの2です。はい、ちょっと星の話先にさせてください。まずね、11月後半から22日からね、お誕生日迎える方はおめでとうございます。11月の後半の中で、メインポイントとなるのはまず16日の満月なんですね。でこの満月自体は皆さんどの星座の方も共通で満月一緒ですけども、でもこうカチッとね、何か自分の中で音がするっていうか、気持ちの中で踏ん切りがつけられるとか、やっぱりこうしようみたいに思うことがあるんじゃないかと思います。大下で起こる満月なんですね、この時は。そして、特に働き方とか日常生活においてやっぱりこうしようみたいな、そんな思いが出てくるんじゃないかなと思いますよ。それすごくいいきっかけになるみたいなんです。でその後で17、18日もすごく安定してますし、20日からねちょっと時代が大きく変わっていくみたいな、そういった冥王星の動きもあるので、この11月20日以降っていうのは何かコミュニケーションの取り方とか、おそらくいて座の皆さんの考え方とか学んでいくことっていうものが変わってきそうな感じはあります。これは今すぐ変わるってことではなくて、もうすでに今年の前半に携わって十分感じたこと、十分人との中で感じたことや、これまで勉強したことや学んできたことを生かして、じゃあやっぱりこうしましょうっていう形に変更になってくる感じがするんですよね。でそれと前回の動画で言いました11月4日から火星というバイタリティがね、獅子座に入ることによって、いて座の皆さんは遠くまで飛んでいくよとか、もっとやってみようみたいな、すごく専門知識を使えるような流れになるんですけども、この火星っていうのは実は7ヶ月もずっといて座の皆さんを遠いところに可能性を求めて飛んでってみたいな感じで応援してくれるんですよね。2025年の6月まであるんです。途中もちろん少し逆行したりはしますが、言い換えるとこの期間、もう11月から来年の6月までの間に、何か自分の人生の質を上げるっていうかな、自分の生活そのものの基準や質や可能性というのをガーンと上がるよっていう時なので、それに対して努力していけるねとか、頑張っていけるねっていう時なんです。それがきっかけがその11月の末後半の間に、何かカチッと自分の中で音がして、やっぱりそうだって思ったり、また自分の考え方もね、やっぱりこうしよう、やっぱりこういうことはちゃんと伝えていこうとかねっていう風に変わってくるんだと思うんです。なので非常にゆっくりですけれども大きな流れ、そしてこの11月後半から特に太陽がいて座に入ってくるということで、22日からはね、光がどんどん自分に当たり始めるっていうのがあるので、とてもいい、私からね客観的に見ると、いて座さんいいみたいな、今人間関係で新しい出会い欲しいなとかいろいろ思っていたとしてもね、もうすでにその流れの中にいるから大丈夫だからみたいな気持ちになるぐらいなんですけど、ただこの11月後半っていうだけで見ると、カードはまだね、いて座の皆さんがその自分の可能性っていうものをまだはっきりと見てないんだって感じがしたんです。っていうのは、ちょっと最初に思ったのは、やっぱ最初に出たこのカップの3の逆なんですけれども、なんだかもっと表面的なエキサイティングなことを求めてるのかなって感じがしたんです。もっと興奮したいとか、もっと喜びたいとか、もっと楽しいことはないのかなって、そんなにないなみたいな感じなんです。でも本当の喜びって、そうやって一時的にわーって盛り上がることだけじゃないですよね。ゆっくりじっくりと自分が成し遂げてきたことやこれからやっていくことを踏まえて、やっぱりやってきてよかったとか、やっぱり幸せだみたいな、そういう満足感っていうのもあると思うんですけど、今の伊手座さんが求めているというのは、一つの達成を終えて、
なんかみたいなあれもっと興奮したいしもっと楽しい気持ちになると思ったけどあんまりだなみたいな感じかもしれません。そしてすごくこうちゃんと自分の人生の足元は見ているというか、こうやってやっていこうとしてるんだ、そうなんだみたいな感じで納得しながら進んではいるんですけれども、現実的にはあれ全然お金たまらないなとか、どうしようかな仕事このままやってて大丈夫なのかなとかっていう、ちょっと経済的な心配っていうのも考えてみたりとかしてね、自分がどれだけの可能性があるとか何を成し遂げられるかとか何ができたかっていうことよりも経済的なことにこう不安に持っていかれて、気持ちをこの情熱がかき消されていくみたいな、そんなこともあるかもしれませんが、それは皆さんがこのリーディングを聞いた後にね、ああ分かりました、じゃあそうしませんとかね、そうしますとかね、行動を変えればいつでも変わりますので、このカードの結果は。そしてここからやっぱり何か始めようみたいな感じでね、ちょっとこう決めていくんですね。決断していく感じがします。これはソードのエースです。エースは切り込んでいくとか、何かちょっと苦手なんだけどとか、ちょっと戸惑うけど行くみたいな感じで、ちょっと無理してでもやってみようとするっていう感じです。頑張ろうとする。そしてそれに対してやると決めたなら頑張るみたいな感じでね、とても自分に厳しくするかもしれません。生活を整えるとかちゃんと節約するとか、何かこうルールを自分に決めて、そのルールを守ってる以上これで大丈夫なんだって思えるみたいな感じがあります。そして非常に未来を見ていってるので、後半になればなるほどなんかもう来年のね計画を立てて、こうしてああしてって思ってるのかなって感じはしますよ。一つさっき星のことで言い忘れたんですけど、11月26日から12月16日っていうのは水星が逆行するんですね。で今この水星いて座に入っているので、皆さんの頭の中で考えることっていうのはすごく大事なんです。これは先ほど言った来年の6月までどんな風に自分の人生の可能性を広げますかって言った時に、いろんなことを考える、いろんなことを思いつく、あれもいいなこれもいいなっていう、そういう風にこう想像力を膨らませていくっていうのがものすごく大事な時なんですけれども、ちょうどこの11月26日から12月16日っていうのは一回ちょっと頭がこう逆戻りしそうな、もう一度振り返ってみようとか、もう一回あのこと調べ直してみようっていうふうに少し復習するみたいな感じで使っていただくと一番いいんですけれども、私今ちょっと思考が暴走してたかなとか思ってちょっと後ろを振り返ってみて整えるとかもあるんですけど、一回決めたことをやっぱりなっていうふうにやめたくなるみたいな、そういうのもあったり誤解っていうのもちょっと生じやすい時なので、この期間だけは少しね注意してほしいなと思ったんです。11月26から12月16です。そしてその他なんですけれども、やはり現状維持でいけますねとは言われています。この11月後半ね、現状維持だそうですよ。ご自身もあんまり生活乱したくないで、なんか新しい可能性ももちろん見たいんだけど見たくないようなみたいな、さっき言ったそのなんか表面的な喜びとか一時的な感動とか、なんかそういった感情がこう揺さぶられることを非常に求めている感じがあるんですけれども、今宇宙が与えてくれているのはどっしりとした道なんですね。そのどっしりと道に一歩ずつ登っていきますかっていう時なんですけど、みたいなこう、登っていきたいし登っていきますいつかって言いながらも、まだ今じゃないみたいなね、ちょっと止まりたいみたいな感じがありますが、別にいいんです、これはそれで。ただ11月の後半からなんとなく流れっていうのは変わってきて、おそらく20日過ぎた頃、もしくは22日過ぎたくらいから自分への決め事をして楽しむ時、頑張る時みたいな感じで、すごくちゃんと生活を整えていくみたいですね。なんかお金に関してもやっぱすごく真剣に考えて、いついつまでにいくらいるからこうしようみたいなことをちゃんと計画して、それをうまく作っていくっていう感じがあります。全体的にはそんな感じですね。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のこと見させてください。いや本当にね、来年の出会いとかも、まだ今年ももちろんありますよ。12月もあるし11月もあるけど、これからまだまだいろんな人と出会ったり、いろんな契約も変わったりっていう風にしていくので、すごく未来が明るいんですよね。なのでその時にやっぱり自分を信じて進んでいくっていうためには、何かしらの努力なり自分が納得する行動っていうのは取らなきゃいけないわけですね。なんかその道にこうぐーっと押されてるっていう感じがしますね。仕事、
ソードのクイーン、スター、ワンドエースということでいいですね。お仕事に関してはなんかちょっと様子を見てね、環境とか外側の様子を見てあんまり出しゃばらないでおこうみたいな感じはあります。自分がやることをきちっとやっていこうっていう感じはありますが、本当は仕事を通して夢ってもっと描けますよねっていう感じで言われていて、その気になれば、池田さんがその気になればいくらでも仕事できるんですっていう感じがあるんですね、これは。仕事を通して、もしくは自分がこんな仕事したいなと思ってる仕事をしていく力や運がこれから与えられますよって感じがするんです。なので今はまだちょっとね、ちょっと様子見てるっていうか、年末ぐらいから探し始めようかなとか、年末ぐらいから動き始めようかなって感じあるかもしれませんが、もうこの11月の後半の時でも理想はどんどん思い描いておいてくださいっていう風な感じがしましたし、もし自分が戸惑う時、今これ言っていいかなとか言わない方がいいかなっていう時はぜひ言うっていう感じで言った方がいいかなと思いました。要するに情熱がある、仕事に対して情熱を持ってます私はっていうことを自分で認めていってほしいなと思ったんですね。でそれは他の人にも言っていいし、職場の人にもいい影響になると思いますよ。自分自身にも他者にも環境にも。ということで、人間関係見てみたいと思います。またね、恋愛に関しては別で詳しく取っていきます。前回もありがとうございました。皆さんの優しいコメントでやろうかなと思いました。はい。では、人間関係。ユニティということで、ペンタクスの2と、サクセスということで、カップ10と、すごいね、プロスペリティということで、なんだかペンタクルスの10にカップの10にペンタクルスの2ということで、すごいなんか豊かな感じがすごくありますね。ということはおそらく新しい出会いや環境、人との関係においてはすごく幸せを感じやすい時ですよっていうふうに言われています。それは最初に求めていたなんかただみんなとワイワイ飲んで楽しいっていうだけではなくってそこからつながっていく誰かっていうものがいたり、そこから他者と関わることによって自分がうまく感化されて何かが統合されていきますよと。自分の中の何かが統合されていく。例えば忘れたい人だったりとか、ちょっと気になってる人だったりとか、そういう人も含めちゃんと収まるところに収まっていくっていう感じがするんです。そして非常に満足、精神的にも満足だし、環境的にも満足。私ってこんなにたくさんの人がいて恵まれてるなとか、家族にも恵まれてるなとか、そういうなんか不動のなんか安心感や安定感というものを感じそうな気がします。いいですね、とってもね。なので対人に関しては非常になんていうかな、満たされているし、全然いいじゃないですか。そして仕事に関しては自分の情熱をとにかく出していてくださいと、隠す必要ないですよっていうことと、全体を見て思ったのは、表面的な喜びではなくどっしりとした幸福の道って言ったらなんか変な言い方ですけど、安定の道に今進もうとしているっていうところな感じがしましたね。ただ現実はそんなにすぐに変わるわけじゃないから、様子を見ながらだけどゆっくりと状況を把握して何かを始めていくんだなって感じがしました。はい、そんな感じです。ちょっと最後にもう一枚キーカード見てみましょうか。でもね、お金のことを気にする方はね多いですから、そのことも考えるんでしょうけれども、でもお金に翻弄されていないっていうふうに思っておいてくださいね。お金に動かされてるわけじゃなくて、自分がそれを管理するとか、自分がそれを生み出す側なんだっていうことを忘れないようにしてください。それを作っていくんだ今からみたいな感じなので。はい、池田さんどうですか？このカードを見て皆さんもぜひ自分の直感でメッセージ受け取ってみてください。そしてどんなメッセージを受け取ったのかぜひコメントで教えていただけると嬉しいんですけども、なんだかねいいですよね。自分の中の英知が出てくるって感じがしますね。
すごく静かに自分の中から何かが目覚めようとしてるって感じがするんです。で、そして今はまだそれをね見てるところだけれども、なんかもうちょっとしたら始まるのかなみたいな、そんな感じですね。いい。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、皆さんのご感想をいただけるととても嬉しいです。よかったよって方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。